皆さんこんにちは。今回はラブコメ系アニメのオープニングに使われてそうな可愛くてコミカルなアニソンの作り方を解説していきますよ。ちょうど作ってみたいなと思っていたところなんです。最初にボーカルのメロディーラインの作り方、次に各セクションごとのアレンジについて見ていきます。まずはデモトラックを聴きながら全体の構成を確認してみましょう。まずはボーカルのメロディーラインについて解説していきますよ。メロディー作りのポイント1つ目は音域の設定です。ボーカル全体のミディを見てみましょう。何か気づいたことはありませんか？サビに向かって音域が高くなってる気がします。そうですね。盛り上げたい部分の音域が一番高くなるように意識してみましょう。こうすれば初めて聞いた人にも、あ、サビだなって分かってもらえますよね。基本的なテクニックですが、とても効果が大きいので試してみてくださいね。メロディー作りのポイント2つ目はリフレインを使うです。覚えやすいメロディーってどういうのだと思いますか？繰り返しになっているところとか耳に残っちゃいますね。正解です。まとまった短いフレーズを繰り返すことをリフレインと言います。A メロは8小節を1つの塊として出だし部分に共通した2つのリフを使った構成になっています。リフを頭に配置すると初めて聞いた時でも、あ、これで2回し目に入ったんだなってすぐに分かってもらえるんですよ。メロディー作りのポイント3つ目は出だしと終わりをコードトーンにするです。メロディーを作ったけどなんかしっくりこないんだよなってことありませんか？そうなんです。なんか外れてるんだよなって感じることがよくあるんです。そんな時はコードトーンを意識するとうまくいきますよ。打ち込む時の目安などはありませんかね？コードチェンジのタイミングを基準にするのがおすすめですよ。コードとメロディーに一体感がありますね。このテクニックにはもう一つ利点があります。何でしょうか？ハモリが綺麗に作れるんです。主旋律がコードトーンに収まっていればハモリも自然にコードトーンになるので濁りが少なくなるんですよ。アニソンのようにパート数が多いジャンルほど効果を発揮するので試してみてくださいね。次は各セクションごとのアレンジについて見ていきましょう。まずはイントロ作りで大切な考え方を説明しますね。サブスクで好みの曲を探しているとき、冒頭の何秒かで、あ、好きかも、聴いてみようって判断しますよね。最初の数秒が勝負ってことですね。そうなんです。イントロの役目は聴いた瞬間にどんな曲なのか一発で分かってもらえるようなアレンジをすることになりますね。では各パートごとのアレンジのポイントを見てみましょう。まずは土台となるドラムから作っていきますよ。通常の8ビートから始めます。ハイハットをフロアタムに変えてみましょう。次に16分のフロアタムを追加して跳ねる感じを出します。隙間にタムを追加します。イントロとの切り替わりに決めを入れて展開を分かりやすくしてあげましょう。推進力のあるハイハットの代わりにタムを使うことによって重たいビート感を出しているんですよ。タムのリズムがドタバタ感を演出していますね。ギターとベースはドラムと同じリズムを刻んでグルーヴ感を補強する役目になります。次は上物を追加してコミカルな雰囲気を出していきましょう。まずはピアノから高い音域を鳴らすことによってキラキラ感を補強していきます。オルガンはオーグメントから始まる半音クリシェのラインでコミカル感を出す役割です。賑やかにするときはタンバリンも定番です。ラブコメが始まりがちな雰囲気出ましたよね。はい、パンを加えて走り出したくなりました。次はイントロのアレンジのポイントを見ていきましょう。
イントロは楽曲で最初のピークになるセクションなので、とにかくキャッチーにするのが大切ですね。さらに、なるべくコンパクトであること、印象に残るようなフレーズを入れること、以上を意識して作ってみましょう。まずはドラムとバッキング系のパートから見ていきましょう。ドラムはシンコペーションを使った疾走感のあるフレーズになっています。アニソン感を強めにするには、フィルや決めを多めに入れるのがポイントになりますよ。わかりやすい決めが入っているとキャッチーになりますね。ベースは5弦まで使って広い音域をカバーしています。キックのリズムと合わせるようにするのがポイントですよ。バッキングギターは左右ダブルのパワーコードです。ストラトとかテレキャスのようなジャキジャキ系のモデルがおすすめですよ。ピアノとオルガンは3度の音まで弾いてコードの性質が伝わるようにします。途中に入っているオブリはリードギターとのユニゾンになっていますよ。次はリードギターのフレーズ作りのポイントを解説していきますね。リードギターを作ろうと思っていろいろ弾いているんですが、どうもしっくりこないんですよ。何かいいアイデアはありませんかね。なんとかしましょう。フレーズを作る時のポイントは曲調に合ったスケール選びになります。メジャーとペンタトニックの2種類でフレーズを作ったので聞いてみてくださいね。どっちが合っていると思いましたか？ペンタの方がコミカルな感じがして曲調に合っている気がします。そうですね。スケールには特徴があるので、それぞれのいいところを理解しておくのがポイントになります。フレーズができたので、今度はシンセをレイヤーしてコミカル感を補強していきましょう。今回はバイタルを使ってホワホワした音を作ってみました。強調したい部分や決めの部分にアクセント的にレイヤーするのがポイントですよ。作り方は別の動画で解説しますね。次は A メロのアレンジのポイントを見ていきましょう。 A メロはイントロの盛り上がりから一度クールダウンする役割になっています。曲全体で見た時にメリハリをつけることも大事ですね。まずはドラムから見ていきましょう。前半部分はスネアを抜いた四つ打ちになっています。ハイハットを細かく刻んで跳ねる感じを出すのがポイントですね。決めを挟んだ後8ビートに変化してだんだん盛り上げていきますよ。ベースは後半の決めの部分から合流します。決めに合わせてフレーズを動かして、通常の部分はルート弾きがメインになっています。ギターもベースと同じタイミングで入ってきます。ミュート系のリフやオクターブ奏法を入れて変化をつけていきますよ。ピアノはコード感とメロディーの補助的な役割になっています。歌の隙間にオブリを入れる、強調したいところをユニゾンする、この2つのポイントに気をつけてアレンジしてみましょう。オルガンはピアノの補助と空間を埋める役割をしています。サンセットサウンドのような実際のスタジオの響きを加えられるプラグインを使うとオケにも馴染みやすいのでおすすめですよ。次は B メロです。このセクションでは場面転換を使ったエモさの表現がポイントになります。アニソンでは急激な場面転換によって情景描写をすることがよくあります。前半はアンビエント系のサウンドを取り入れたエモいアレンジ、後半からはサビに向けてテンション感を上げていくという2段構成になっています。リスナーが情景を想像しやすくする、飽きさせないこと、この2つを目的としてアレンジしているんですよ。違うジャンルの要素を持ち込むのはアニソンならではのテクニックですよね。まずは前半部分のアレンジから見ていきましょう。ドラムはサイドスティックを使ったおしゃれなパターンです。他のセクションと全然違うグルーヴなので場面転換にぴったりですね。ベースはスライドを使った浮遊感のあるフレーズを演奏しています。高めの音域を使う理由は後半から低域に戻った時のギャップで迫力を出すためです。このセクションでは和音を演奏するのがピアノだけなのでコード感が伝わるような音使いにしましょう。次はギターとシンセでアンビエントサウンドを加えてみましょう。まずギターのサンプルをリバースします。次にリバーブとディレイで音像を広げます。深めにかけてシンセパッドのようなサウンドにしていきますよ。EQ でローファイ気味にしてさらに引っ込んだ感じにします。最後にオートパンをかけて動きを加えてみましょう。ディレイ、オートパンの順につないで信号全体を揺らすのがポイントですよ。続いて後半部分を見ていきましょう。ドラムは8ビートに戻って勢いを出していきます。最後に決めを置いてサビが来ることを予測させてあげるのがポイントになりますよ。ベースはルート弾きがメインです。この後のサビで派手に動くので B メロでは少し抑え気味にしておきますよ。ギターはパワーコードのダブルトラックになっています。アンプルギターでダブルトラックを作るときは左右のトラックでピックアップを変更するのがポイントですよ。
左右で同じピックアップを選択していると、同じサンプルが鳴った時に音がモノラルになってしまいます。片方のピックアップを変更するとサンプルが被らないので、ステレオで鳴らすことができます。ピアノはシンコペーションの刻みがメインです。駆け上がりフレーズを入れて決めを強調しているのがポイントですよ。オルガンは最初のグリッサンドが場面転換の役割になっています。次はいよいよサビのポイントを解説していきますよ。サビではここまで触れてこなかった動きまくるベースラインの作り方について解説していきますね。ちょうどベースラインを作ってみたいなと思っていたところなんですよ。ですが自分でベースを打ち込むとどうもルート弾きしか思い浮かばないんです。何かヒントをいただけませんかね。なんとかしましょう。ベースラインを作るときに一番悩むのは使う音の選び方だと思います。いろいろな選択肢がありますが、一番おすすめなのはコードトーンです。アレンジをするときにはコードトーンを使うと綺麗にはまりやすいと言いましたよね。ということはベースラインにもコードトーンを使ってあげれば他のパートとぶつかりにくくなるよねっていう仕組みなんですよ。迷ったらコードトーンをガイドにすればいいってことですね。では実際の使用例を見ていきましょう。コードトーンとメロディーを一緒に表示しているのでガイドに使ってくださいね。まずはルートだけのフレーズを確認してみましょう。最初に使うのはルートのオクターブ上です。ルートと同じ音なので安定感があり音域も広く取れるためとても使いやすいです。ここに3度の音を足して動きに変化を加えてみましょう。次に7度の音を使ってみましょう。7度の音はマイナーコードのルートが続いている時に少しだけ変化が欲しいなって時に使うのがおすすめです。次にコードトーン以外の音を使ってコードチェンジを滑らかにしてみましょう。使う音は基本的にスケールから選ぶようにします。例外的にルート同士を滑らかにつなぐためのクロマチックの音はよく使われます。最初に到達地点の音を決める。次に経由地点になる音を置いて滑らかな動きを作る。以上のルールでやってみましょう。最後にスライドやグリッサンドを使ってベースらしいうねりを出していきましょう。スライドやグリッサンドはフレーズにベースらしさを出す大切な奏法です。音程が長めのところやフレーズの終わりなどに使うと効果がわかりやすいのでおすすめですよ。ラブコメっぽいアレンジの仕方は分かってきましたか？もちろん完璧ですよ。少し難しいところもあったので、わからないところがあったら質問してくださいね。次回の動画では今回触れられなかったシンセの音作りについて解説していくので、ぜひお楽しみに。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。